できれば可動の量と同じような隣接面のところに押し込むわけです。皆さんこんにちは。いろはにほやとマルハの田中です。結構ですね、質問の多かった内容でデュラシールっていうものがありますんで、デュラに関してですね、詳しく、お伝えしていきたいと思います。はい。まずデュラシールなんですけども、ディスポの筆、そしてこのような容器を使って、はい。デュラシールを行っていくわけですね。で、模型でわかりやすく行っていきたいと思います。よくあるパターンなんですけども、はい。これ MO 可動ですね。こんな感じで隣接面を含むような形成をしてあるような印例が多いわけですよね。結構皆さん、このデュラシールができないというふうにおっしゃります。ここの隣接面があって、交互面があって。はい。じゃあどういうふうにしていくのかっていう話なんですけども、こういうふうに隣接面を挟むような交互面の形態の印例形成をしていった場合に関しては、一番初めにここの隣接面のここに入れるわけですね。よろしいですか。で、できればなんですけども、デュラシールの量は、1回にして全部を埋めれると一番いいわけですね。じゃあやってみます。で、筆を使ってダマを作っていくんですけども、このダマの量は、できれば可動の量と同じような量にするといいわけです。はい、いきます。一番初め、ここの隣接面のところに押し込むわけです。できるだけ1回にしてやるのがポイントです。そして、この後なんですけども、患者さんにカチカチギリギリしてもらいます。で、あまりにも、横に溢れ出てる場合に関しては単身とかで弾くような感じですね。はい。よろしいでしょうか。もう一回まとめますよ。デュラシールをやるときは、まず隣接面から入れていく。はい。プラスアルファ、ダマの大きさは、できれば可動の大きさを見て、同じようなダマの大きさにするってことです。なので、可動を見たときに、このダマの大きさをどれぐらいにすればいいのかなっていうのを、自分で把握しないといけないです。なので、例えば初めは模型、もしくはセット後の模型とかを使って、どれぐらいのダマを作れば当てはまるのかっていうのを自分の頭の中できちっとリンクさせないといけないですね。じゃないと、ちっちゃかった。足りなかった。大きかった。って話になりますので、そこの練習をしてから患者さんで実際やるようにするとうまくいきますね。はい、以上です。頑張って説明していきますので、よろしくお願いします。見やすくて分かりやすいんですね。